今回は指の周りに巻きついている糸を1本だけ外すワークショップです。3種類とその活用例を紹介します。まず1つ目の構造はこのようになっています。ヨーヨーが手前側、外す糸が奥側です。ヨーヨーの下向きの軌道を利用して糸を外します。はじめは1回ずつプツンとなる感覚を確実に覚えましょう。それができたら連続で続けてみます。2つ目のワークショップはこちらになります。先ほどのワークショップと同様に、今度は上に向かう勢いを使って指にかかっている糸を外します。ヨーヨーが手前側、外す糸は体から見て奥側です。スムーズに繰り返し行う練習をしてみましょう。3つ目はこちらになります。2つ目と同様ですが、上に向かう途中でスローハンドを引き、指にかかっている糸を外します。裏トラピーズになった時に糸を張って軌道を変えます。こちらもヨーヨーが手前側、外す糸が奥側です。今ほどけたところです。糸を外す瞬間とその後の動作を見ていきましょう。プツンとほどけたらスローハンドを矢印の方向に動かして糸を張って軌道を変えます。こちらの技はヨーヨーの軌道の回転方向を切り替えるのにも役立ちます。おまけとして今回のワークショップの技を使ったバインドを2つ紹介します。どちらもヨーヨーに慣れている人が手癖でやるようなバインドになっています。1つ目のバインドは前半と後半で2種類のヨーヨーの回し方をします。前半は糸をつまんでスラック、後半はこの動画の1つ目のワークショップです。そのままバインドにつなぎます。前半の動きを見てみましょう。指でつまんでヨーヨーを回して離します。前半の動きはスラックをピタッと止める練習にもなります。リズムがいいと見栄えも良くなります。1つ目のワークショップができたら、ぜひ応用のバインドも試してみてください。2つ目のバインドは今回の動画の2つ目のワークショップを使います。このタイミングで一度回転を加えてあげることで見栄えを変えることができます。慣れるまでは少し難しいですが、フリースタイル中に尺がずれた場合など微調整にも使えます。次回の動画は今回取り組んだ3つの技を応用したワークショップになっています。ぜひ今回の技を身につけておいてください。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。